太古の息吹、生命の律動、野生の魂、その声なき声に導かれ彼女は現れる。失われた世界の調和を求め、自然の意志を代行する者、その瞳に宿る力の根源、そして彼女が紡ぎ出す未来の物語。今、静かにその一端が紐解かれるのである。アルファースの皆さん、こんにちは。小島です。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。もうこれを見てくださっている視聴者の人には少しでも気持ちよくなってもらいたいんで、この動画を見たってことを言わずに、もうそのまま動画の内容を直接フレンドの人たちに教えてあげてほしいです。それでも気持ちよくなってほしい。動画の楽しみ方は人それぞれなんで、こういう楽しみ方もありなんじゃないかなと思いますね。また見たいな、面白いなって思ったら、ぜひチャンネル登録と高評価いただけると嬉しいです。では行きましょう。バロラントの世界へ。プロフィール。エージェントナンバー14、コードネームスカイ、本名、キラ・フォスター、分類、レディアント。オーストラリア東部ニューサウスウェールズ州ニンビン出身の農家で、自然環境や野生生物を保護するエコウォーリアーとして知られていた。穏やかで思いやり深い性格と高い共感力で仲間の信頼を集め、早朝のランニングや木工細工、ジムでのトレーニングなど多彩な趣味を持つ。緑を基調としたスーツには植物をモチーフとした装飾が散りばめられ、ヘアバンドや襟元にも歯をかたどった装飾が施されている。右腕に刻まれた161211420はA1Z26 暗号と呼ばれるシンプルな置換暗号であり、パズルや隠しメッセージなどに用いられることが多い。その数字がプラント、植物を意味するのは、スカイが自然と生命を守る強い意志を持つ証だ。バロラントプロトコルへの参加前は他者と協力して任務を遂行することにまだ慣れていなかったと語るスカイだが、加入後はすぐにチームプレイヤーとしての素質を発揮した。生まれながらの観察力で自然と周囲のわずかな異変をいち早く察知し、必要な情報を的確に共有することでチームメンバーがお互いに協力し合い、任務を円滑に進められるよう導いている。農場育ちの働き者である彼女は、その勤勉さを仲間にも広めようと本部の食堂で木工教室を開催。機敏な手先を鍛えることで起点の利く思考を育む場を設けた。また訓練をサボっているメンバーを見つけると、朝午前4時にランニングと声をかけ、朝の澄んだ空気の中でメンバーを走らせることで規律と一体感を強めている。経歴。キラ・フォスターは幼い頃から家族と共に畑を耕し、近隣の森や川辺では迷い込んだ野生生物の保護や木々の手入れに熱心に取り組んでいた。その活動は地域住民の間でエコウォーリアーとして語り継がれ、ニンビンをはじめブルーマウンテンズ、サウスコースト、ソーンズ、ロックス、カンガルーバレーに至るまで、キングダム社の森林開発に対し何年もわたって抗議活動を続け、偉大なる奪還者の異名を得ている。20代前半、故郷の森林そばに出現した裂け目に触れたことで、彼女の内に秘められたレディアント能力が覚醒した。木製のトーテムにそっと手を触れるだけで、ブラウンガシホークやタスマニアンタイガー、クラゲ状のクリーチャーといった仲間を召喚する術を身につけた。召喚の試みはそれだけにとどまらず、一度はドラゴン型のトーテムを試作したこともあったが、あまり可愛い感じにはならなくて、と語っており、失敗に終わったことがわかる。やがてバロラントプロトコルのエージェントセイジから、この能力は世界中の裂け目大根にこそ使うべきだと説得を受ける。はじめは故郷を無防備にすることにためらいを見せたが、空に浮かぶ巨大な裂け目の映像と同じ異常現象が各地に点在する事実を突きつけられ、この戦いは自分の故郷だけのものではないと理解し、エージェントナンバー14、スカイとしてプロトコルに参加した。加入直後の最初の任務は、オーメンとのコンビによる南インドスンダルバンスのマングローブ湿地帯での追跡作業だった。レルム工作員の車列が通過した痕跡を追い、湿地の地形や潮流、植生の変化といった環境的手がかりを詳細に記録。本部のブリムストーンへ提出した報告書には、激しい銃撃戦の跡や工作員の動線が克明に書かれており、レルムへの疑念を深める貴重な情報となった。任務後には放棄されたバルンバトラのバイクを単独で回収し、彼へ返却したエピソードは、プロトコル史にも名を残す活躍となっている。続くシティ・オブ・フラワーズ作戦では、ポルトガル経由でオメガアースに降下したチームに合流。失われた都市へ接近中にアトラス軍に発見された際、ハーバーとアストラが門へ向かう時間を稼ぐべく、後方へ残ったスカイは小柄ながら優れたステルス能力と戦闘能力を発揮。12名以上のアトラス兵を迅速に無力化し、仲間の安全な突入を可能にした。その後もプロジェクトランドフォールやヤンマイエン島でのチームに配属。北極圏のアビス南島で地球外植物の調査、ベネチア遺跡防衛、フェイド、ネオンとのキャンプ同行といった多岐にわたる任務に従事。部隊の行動記録を分析し、アルファ全土へ進行してきた新たな脅威アトラスを特定したことも、彼女の洞察力と報告能力の高さを示している。
現在も裂け目の封鎖や異常事態対応を中心に多彩なミッションで成果を重ねるスカイ。幼少期から培った自然観察力と戦場での微細な変化を即座に察知し、チームを的確に導く原動力となっている。穏やかで思いやり深い性格と高い共感力は常に仲間の支えとなり、バロラントプロトコルの精神的支柱として欠かせない存在となっているのである。他、エージェントとの関係。スカイはバロラントプロトコル創設者であるブリムストーンを深く尊敬し、彼をリーダーとして受け入れている。対話の中では時折、ブリムストーン、そろそろお年じゃないですかといった軽口を叩き、穏やかな関係性を築いている。しかし彼女がキングダムの非倫理的行動を目の当たりにしてきた過去を持つことから、ブリムストーンのケイセックに恩があるという立場には遠慮なく異を唱えている。実際留守中の彼に残したボイスメールでは、あなたはキングダムに甘すぎる。彼らがやりたい放題なのを過去に助けてもらったからって見逃していいはずがないと苦言を呈しつつ、同時にケイセックがあなたを支えていたことも分かってると彼の背景にも理解を示した。このようにスカイは尊敬と批判を柔軟に使い分けながらプロトコルの指導者としてブリムストーンを支え、組織全体の判断を鋭く補強している。スカイはチームメイトであるバイパーの毒ガスが大気中に拡散するたび強い苛立ちを覚えている。レディアナイトを媒介に環境と共生することを信条とする彼女にとって無差別に毒性を撒き散らす行為は許しがたく、任務後のレポートにもあれ以上無駄に放出しないでほしいとこぼしている。一方でバイパーはスカイがまだ自身の潜在能力を完全には引き出していないと考え、しばしば叱咤激励を行う数少ない存在でもある。戦闘中バイパーは静かにスカイのそばに立ち、あなたならもっとできると声をかけ、スカイ自身もその言葉に背中を押される形でチームをまとめ上げてきた。このように自然を守ろうとするスカイと毒を制御し戦術に生かそうとするバイパーは一見対照的ながらもお互いの長所を認め合うことで強い信頼関係を築いている。スカイはキルジョイに対してもバイパー同様に異なる視点を持っている。キルジョイのタレットやアラームボット、ナノスワームといったロボット仲間は効率的かつ強力だが、スカイにとっては自然の息吹を感じさせる仲間ではないと映る。そのためキルジョイの技術的なデバイスが発する機械音や冷たい金属の動きには距離を置き、しばしばスカイの木製トーテムに刻まれた命にはかなわないと心の中でつぶやいているという。このようにスカイは有機体としての仲間とキルジョイのロボット仲間との対比を通じて自然とテクノロジーの間に微妙な溝を感じながらも互いの強みを認め合う関係を築いている。セイジはスカイがレディアント能力に目覚めた直後から彼女を見守り、バロラントプロトコルへの参加を最初に進めた張本人である。セイジ自身も癒しを担うヒーラーであることからスカイとは加入前から親交が深い。セイジはついに本当の意味でチームを完全に回復できる仲間ができたと安堵の声を漏らし、重責を分かち合える心強さを歓迎した。スカイもまたセイジを自分を最初に信じてくれた恩人として深く尊敬しており、戦場では互いのヒール能力を連携させながらチームを支え続けている。セイジはスカイの可能性を誰よりも高く評価し、しばしばあなたの力をもっと信じてと励ましの言葉をかけることで、スカイが自分の潜在能力をさらに引き出すきっかけを与えている。その結果、2人のヒーラーコンビはバロラントプロトコルの後方支援を象徴する存在となり、数多くのミッションで仲間の生存率を押し上げる原動力となっている。ブリーチはスカイと同じくトレーニング好きで、しばしばジムに一緒に通って汗を流している。小柄ながら体力と機動力に秀でるスカイにとって、ブリーチの豪快なワークアウト姿はまさに野蛮な獣のように映る。互いに励まし合いながらトレーニングに打ち込むことで、戦場では息の合った連携を見せ、迅速かつ的確なサポートと突入を両立させている。デッドロックはスカイの能力と戦闘スタイルを高く評価している。マッチ開始時には、スカイ、お前なら立派なスティールハンターになれただろうという称賛を隠さない。また、プライベートではハイキング仲間として親密に付き合っており、スカイ、撃たれないでね。ハイキング仲間が万全じゃないと困るからと冗談めかして注意を促すこともある。さらに、デッドロックがスカイのためにハイキング用ブーツを新調しようとしたエピソードは、他のエージェント以上に深い信頼と友情を築いている詐称である。